それでは今回は今までの極細のソリッドまたは、超極細のソリッドを試してました。それはいずれも 1m っていう棚でやってたんですけど、関西は棚規定がないところも結構あるので、それに合わせてかっつけでも使える極細のソリッドを作ってみたいと思います。これボディも当然短くなるんですけど、太さもこれは 5.5 ですねに、仕上がるものを使って、ボディサイズそうですね3センチ、3.5 ぐらいでしょうか。それぐらいのものを、作っていきたいと思います。でも割り込みもはい、ここまで来てます。ここから削っていきたいと思います。メーターでやってた時にすごく感じたんですけど、やっぱ撫で方はね、返す時の速度とかこうシャキッと返さないっていうのがなんとなくのイメージなんです。絶対じゃないんですけどね、なんとなくのイメージですごくそれを感じました。それは上に乗ってるソリッドの寸法だとか足の寸法だとかそういうことも全部関係してくるんですけど、ちょっと作ってたもののことだけで言うと、シャキッと返さないっていうのがちょっと僕の感想なんですね。で、僕が思うのは肩の絞りをあんまり深く入れない、撫で型にならないように肩張りに近い。あんまりね肩張りになりすぎるとちょっとそれはそれでねまたデメリットもね出てくると思うんで、僕が思ってる標準よりかは少し肩張りのものを、作ってみようかなと思ってます。そしたらガラス管で、頭押さえておきます。こうね回しながら少しずつ片付けていきます。はい、これで先端を押さえます。こういうふうにね先端まできっちりこう押さえれるガラス管っていうのも必要じゃないかなと僕は思います。大丈夫そうやね。いけてますね。はい。そしたらだいたいいけてるんで、確認をして、こっち側やっぱりね糸巻いてええなと思っててもこうやってバラすとなんかね悪いとこがね見えちゃうんですよね。で気になるから絶対に必ず取り除くっていう風に僕はしてます。これはおそらくですけどセンターがうまく出せないとかこう合わせがうまくできないと思われてる方、もしくはセンターよう出さない合わせようしないと自分で思い込んでる方っていうのは多分ここの作業がね抜けてるんだと思うんですよ。多分これでいいと思ってもさらに疑って悪いところは本当にないかって思って確認をする。しっかり確認をして、前から後ろから横からもう全部見てって思うとこは絶対に、取り除いておく。もうそれがね後々、出来栄えに大きく影響してくると僕は思ってます。こんな感じで適切な分だけ取ります。
はい出ましたね。ここです。そしたら割り込みのとこだけ瞬間を入れときます。はい、これでねモコモード乾燥するまで待ちたいと思います。それでは足元絞っていきます。これ今削りが終わりましたんで、ちょっと仮巻きしてみますね。はい、そしたらこうなります。少しこれ楕円形になってます。これをこういう先端が閉じてる、ガラス管で先端、浮きの方の先端を丸くします。この時やっぱりこの先端がこういう閉じてるやつでないと、ここの先端がやっぱり丸くならない。こういう穴の開いたやつでやるとこういうふうにはなかなかならないんで、やっぱり閉じてる先端がここね、先端が閉じたガラス管、こういうものも必要になってくると思います。どうなってるかっていうとこうなってます。こういうふうに先端に持っていけば必ず浮きの先端は丸くなりますよね。これでこう火を入れて丸くすると、そうするとこうなります。先端が丸くなったところで大丈夫ですね。はい、これで次はカーボンの足を入れます。そしたらねカーボン入れたいと思います。はい、最後に溶きます。いきますね。はい、はい、横からも大丈夫です。そしたらカーボンが入る分だけ中綿をやります。はい、ここやね。はい、これでセンター出てます。はい、で瞬間つけときます。でいらないものは取ります。はい、それではねこれ乾燥するまで待ちたいと思います。では木工ボンド乾燥しましたので、ボディの整え、はい、足トップその他ですね、寸法的なこともやっていきたいと思います。表面の処理が終わったんで、一旦これ瞬間接着剤でその荒れたところだけちょっと取ってきますね。これであと長さを調整してここ整えちょっときっちりやって、あとトップと足の研磨ですね、それをやっていきたいと思います。この接合部分の整えが終わりました。そしたらあとはトップと足の研磨をしていきたいと思います。
はい、いやコンマ41いいとこ出ましたね。先端の方でコンマ35とかぐらいでしょうか。はい、そしたら、ね、次は、この足を削っていきたいと思います。そしたらね、トップ、ボディ、足、最後の瞬間接着剤でこう表面を押さえたものを、ドライの400番で全て研磨しました。そしたらここからですね、塗装していきたいと思います。では塗装していきたいと思います。まず足元の黒塗ります。はい、黒塗りました。足元黒塗れましたんで、ボディの透明を塗りたいと思います。40分ぐらい経ちましたんで、2回目の下塗りをしたいと思います。そしたらね、完全乾燥を待ちたいと思います。ではね、トップ乳白色を下塗りしたいと思います。ではね、2回目塗ってみたいと思います。ちょっとカメラに映らないですけど、 LED の光とかをバックに照らしてみるとどれぐらい塗れてるかっていうのが分かります。それでは完全に乾燥するまで待ちたいと思います。では密着ロンを拭いていきたいと思います。2回目塗ってみたいと思います。はい、大丈夫そうですね。では3回目塗りたいと思います。もう少しここね、少し段がまだ残ってるんで、これが埋まるぐらいまで、はい、いきます。はい、しっかり塗れました。はい、そしたらね、完全乾燥まで待ちたいと思います。